はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術数秘フェスというイベントがあります。そちらで今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解を皆さんにお話しできたらなと思っています。過去にね、私の本を買ってくださった方や星が好きで勉強してきましたっていう方にもまた一味違うね捉え方として今のご自身にすぐに生かしていただける内容をお届けしたいと思っていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。それでは早速いきましょう。6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンド9、デビル、スター逆、カップクイーンとカップキング逆、ワンドエース逆、ソード7、気をつけることや対策はペンタクルスの2と、ペンタクルスナイト逆、そしてオラクルはタワーですね。なるほど。ちょっとまず星の話をさせていただきたいんですが、この6月前半っていうのは本当にすごく軽快なエネルギーでして、特に5月26日からもう木星も双子座に入っていて、パートナーシップが強調されてきたなっていうのをぐんぐんと感じ始めると思います。いて座の皆さん、これからね、この後半にかけて2024年後半はずっと関係性っていうものが強調されていますので、どんな人と出会っていくのか、人との関係、過去の自分が関わりたかった人ではなく、これからの自分にふさわしい人たちが登場してくるっていうタイミングなので、もう6月もその空気感はもうバシバシ来てるっていう感じがしますね。ですので、何かいて座の皆さんの中でやっぱり新しい友達が欲しいなとか、新しい知り合い欲しいなと思ったらもうすぐできるっていう感じがするんですね。そのきっかけがもうその辺にうじゃうじゃあるみたいな感じかな。で、皆さんの思考もそれだけ柔らかく、ちょっと関わってみようかなとかやってみようかなっていう準備がもうここまでで随分できてきたんじゃないかなって感じがします。なのでその感覚のままで、じゃあもっと今の自分の人生に何を取り入れようかっていう形で思っていると、必要な人とつながっていきます。で、今そこまで自分がいい関係性があると思えないとか、もしくはもっと仕事でもね、違う仕事に就きたいとかいろいろ思うことがあったとしても、今そう感じてるっていうことが大事で、そこからまた変化っていうものがしてきますので、何に対して不満を持っているのかとか、何に対して喜びを感じているかっていうのがこれからのね未来を作っていくっていう形なので、焦らないでくださいね。ただこの6月前半は非常に関係性が濃い半月になります。で、カードで見るともっといい状態に持っていきたいのに自分ではまだまだなんだとか、まだ動けないとかね、まだ今の状態ではできないんだ、許されてないんだみたいな感覚かもしれませんが、本当に未来とかこれから先っていうのは皆さんの思考次第で結構変わっていくことができるんですね、奇想天外に。ですので、もし今もうとらわれてしまっている思いがあるなら、そこにまず気づいてほしいなっていう感じがします。もう絶対にこうしなければいけないんだっていうふうに思い込んでしまってると、未来って明るく見えないですけれども、もしかしたら変わるかもしれないとか、今こう感じてるっていうことがヒントで、何かこれが未来につながるかもしれないっていうふうに思っていただくと非常に開かれてきます。で、おそらく今これだけ人間関係が星で見て強調されている時にこういうカードが出てくるっていうのは、誰かとの関係においてすごくモヤモヤしているとか、そうね、モヤモヤしているとか、自分がこだわっている何かが引っかかっているってことだと思うんですね。それたとえどれだけ大事な人であったとしても、自分の心が晴れやかでない状態っていう感じがするので、どんな思考にとらわれてしまっているのかをご自身で見るようにしてくださいね。単に誰かからの言葉が自分にとって嬉しい言葉じゃなかったっていうだけの時はもう気にしないでください。他者の言葉で自分を喜ばすのではなく、自分の中にその可能性があるっていうのは自分でしか信じられないので、ここまでやってきた自分の人生や道筋ですよね、今の現状を作ってるこの自分というものをしっかりと自分で認めてほしいなっていう感じがします。そうすると、これがなければダメなんだみたいな、その何かにとらわれてる気持ちっていうのがかなり薄くなりますのでね。で、この感覚っていうのはもう一瞬で慣れます。
こうなんかモヤモヤしてたかなと思ったら、何かをきっかけに一瞬で気持ちって変わって、ああ別に問題なかったじゃないって思えたり、また何かちょっと調子が悪いとちょっとネガティブな方になったりとかして、それは普通のことなので、今言われているのは自分の中にある優しさを忘れないでちゃんとしっかり自覚してくださいねっていうふうに言われています。で実際に星でもですね、6月6日が新月なんですけれども、この新月ってすごく優しいエネルギーだなって私は感じてるんですね。自分がどうしたいかっていうことを素直に感じて、それを自分に許可するっていうようなエネルギーがすごく強いんです。で特にそれがいて座の皆さんは、他者との関係において何かを許していこうっていう形が出やすいので、自分の中の優しさをぜひねしっかりと自覚してほしいなと思いますし、特別なパートナーじゃなくても、人に対して自分はこうしてあげたいと思っているとか、こういう人でありたいと思うことも全部優しさなのでね。でそしてそれがすぐに相手に伝わらなかったりしても気にしないでください。相手も受け取るまでに、消化するまでに時間がかかるものなのでね。そして6月9日以降っていうのはね、星で見ると少し行動がまろやかになるというか、これまでみたいにすごい勢いでチャレンジしていくっていうよりは、現実をしっかり作っていこう、今やるべきことはこれだからこれをちゃんとやっていこうということで、日常生活も整ってきますし、お仕事もコツコツ頑張るんだろうなって感じの流れです。でその中でこそ何か出てくる自分のチャレンジしたいこととか、やってみたいこと、やっぱりこういう資格取りたいなとかもそうだし、こういうふうにしたいなって何かが出てきます。なんか新しい関係性を築きたいなってもしかしたら思うかもしれないですけど、それもありね。でその中でちょっと誰かの目を気にしながら、こっちの方に行ってみようかなっていう形で気持ちはそれていってる感じですね。そして一番のメッセージがね、オラクルがやっぱりタワーなので、現状に変化をもたらすことを恐れないでくださいっていう感じがします。これは何かが起きるよとかっていうことではなくて、自分の中にもしかしたら雷に打たれたかのようなひらめきがあるかもしれないし、大きな気づきがあるかもしれないし、例えば誰かのこと何とも思ってなかったけど、あの人って本当はすごくいい人だったんだみたいな気づきかもしれないし、もしくはこの人がいないと生きていけないと思ってたけどそんなことなかったみたいなこともあるかもしれないし、どんなひらめきが来るかわからないんですね。でもこれは頭の中での衝撃っていうこともありますが、現実に自分が変化していくことを恐れている人って結構多いんですけども、いて座の皆さんはこの時期やっぱり未来への可能性にかけて、自分がどうしていきたいかっていうのをしっかりと現状維持することだけではなく、自分の未来のために、本当の自分が自分らしく生きていくために変化を起こすっていうことも大事だよみたいな、それは決して悪いことじゃないよって言われてるような気がします。なのでどんな気づきがあるのか、そしてもし自分の頭の中だけでその気づきが起きないとしたら、現実ちょっとびっくりするようなことを通して自分に気づきを促してもらえるかもしれないので、ちょっとアンテナを張っておいてほしいんですね。そして気をつけることとして言うと、ゆっくり進んでいきましょうっていうふうに言われています。もし変化を起こすって思っても、それがすぐにとか急にとかではなくって、しっかりと現状をうまくコントロールしながら、なんていうかな、うまく現状をコントロールしながら、現実的にもお金をちゃんと稼ぎながらとかね、ゆっくりと準備していきましょうみたいな感じ、一気に走っていくとか、全てを捨てて今乗るんだみたいな、そんなんじゃなくて、現実をしっかり生きながら準備していきましょう、変化していく準備をしていきましょうみたいな感じです。そうね、そんな感じですね。ちょっとこれ一応全体像なんですけども、ちょっと今回はお仕事に関してと人間関係、恋愛に関してっていうのをちょっと特化して見てみたいと思うんですけど、まずちょっとお仕事に関しては、忍者とペンタクス9とカップ4ですね。お仕事に関して言うと、ご自身ではね、今やってる仕事ってどうなのかなとか、これってどう続いていくのかなみたいな、そういう思いってあるかもしれないんですけれども、実際は今やっているこの経験していること、経験を積んでいっていることっていうのが将来的なチャンスにつながりますよっていうふうに言われているので、今は自分の中ではって思っていても、まだコツコツとね、それを続けてみてくださいっていう感じがします。今これ2週間で見てますけど、ご自身が思ってる以上に他者からの目っていうのは優しいみたいなんですよね。
自分は自分のことで精一杯で自分のことしか見えていないけれども、他者からはきちんとなんか応援の目だったりとか、あの人ちゃんとやってくれてるなとか、ちょっと期待を持ってこちらを見てくれてるっていう感じがするんですね。そしてチャンスがもうすぐ来るみたいな機会があったら、もしかしたらそういう褒め言葉をいただいたりとか、新しい仕事の話が来たりとかっていうのも実際あると思います。ただご自身ではまだそれが本当に自分がそれを受けるだけの力があるというふうにまだ思えてないんだろうなって感じがあって、なので感情的には少しね、なんかどうなんだろう、今の仕事って私に合ってるのかなとか、こうちゃんとなんていうか感情的な喜びっていうのがそこまで強くないんですよね。だけど仕事としてはきちんと成り立ってるし、意外とご自身が捉えている以上に他者からの評価っていうのは高いんだなっていう感じがしました。それとちょっと人間関係とかね、恋愛で見てみますね。今星で見てもすごい関係性は強い時だから、先ほどのもしお仕事を今探してますっていう方にとってはチャンスあります。非常にいいチャンスが。ただチャンスがあってその面接受けてみたけど、なんか本当にそれでいいのかなみたいな、こうバシッともう全ての駒が揃うみたいな、そういう感じではないので、いい話だけどどうかなっていうことで、感情的にそこまで満たされていないけれども悪い話じゃないよっていう感じです。そして人間関係とね、恋愛見てみますね。なんか動きがありそうな感じがしますけどね。ワンドのページとソードの2とワンドの7ですね。やはりね、何かの可能性が出てきてます。ここでも少しちょっと違う方向のね目的が出てくるなって感じがあるので、例えばお仕事でも今すぐ辞めるわけじゃないけど、将来的にこういう仕事がいいなみたいなことを思った時にその準備をちょっとずつしていくみたいな感じなので、人間関係もやはり自分はこういう人がいいなみたいな、こういう関係性を作っていきたいなっていうものが見えて、そっちに密かにそっちにシフトチェンジしていくみたいな感じです。で、非常に人との関係っていうのは悪くないし、関わりっていうのは持てるので、何か誰かね、新しい人だったりとか、同僚だったり、もしくは年下の人でもいいんですけど、そういう人ととにかく話をする機会を持つっていうのがいいですね。でもじゃあそれがすごい急激に仲良くなってっていうか、そういうわけではないんです。現実はやはりまだ現実としてある中で、まだ自分の感情や感覚っていうものを精査しているみたいな、確かめているみたいな感じの時なので、関係性においては大きく揉めることもないし、何かすごい興奮するみたいな感じもないんですけれども、ただ様子を見ている、そして決してなんか追い込まれている感じではないんです。なので何かここでね、ご自身がとらわれてしまっているその思いっていうものが何なのかわからないですが、もしかしたら自分はなんか不利な立場にあるとか、自分にはあまりいい条件が来ていないっていうふうに思うかもしれないし、とらわれてしまっている、もう変えられないんだと思ってしまっているかもしれないけど、いやいや変えられますよと、変えるにはまず気づきから始まりますよっていうふうに言われているので、どんなね気づきがあるかっていうのが本当にこの2週間っていうのは楽しみですね。はい、そんな感じかな。最後にちょっとそうだね、どれを引こうかなって感じですけど、最後にもう一回やっぱこれにしようかな、オラクルカードにしようかな。はい、これだな。はい、バランスというカードが出ています。このカードを見てね、また何を感じるのか、感じたことがあったら教えていただきたいんですけれども、やはり全体的に私も見てそれはすごく感じてたんです。今すぐっていうわけじゃないけど、現実をしっかりこなしながら新しい可能性っていうのが見えてきてるなっていう感じなので、おそらくそれが人を通してだったりチャンスを通して来るなって感じがしますので、こう思い切ってやるっていうよりも自分自身をしっかりとケアをして、そしてエネルギーバランスをしっかり保って自分の中で芽生えてくる感覚っていうものをしっかりと見つめてくださいねっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回ね、5月の中旬ぐらいにアップしますが、今回の内容良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。